皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ゆきです。本日は AI アニメーションのための 3D アニメーション動画を入手する超簡単な方法の動画の後半になります。前回の動画を見ていない人は概要欄からチェックしてね。前回は CG トレーダーで入手した 3D モデルにミキサモでアニメーションをつけるところまでをお話ししました。ブレンダーでの作業は要素を結合するだけの簡単なものでした。今回はミキサモのアニメーションを書き出してアニメーションをブレンダーで編集しますので、ちょっと難しいですができるだけ丁寧に解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。本日の内容は、1つ目はミキサモで入手した2つの動きを1つのキャラクターに適応させることです。2つ目はキャラクターにテクスチャーを貼り付けて動画ファイルに書き出す方法です。少し内容が多いのですがチャプター分けしているので必要な部分を見てください。細かいところを一つずつ説明するよりはとりあえず最後まで仕上げられることを目的にしていますので、そのつもりで見ていただけるとありがたいです。それでは早速始めましょう。まず最初にこの画面はミキサモの画面です。前回の最後の部分ですね。そうですね。まずはこのアニメーションを書き出しましょう。右のダウンロードのオレンジのボタンをクリックします。ダウンロードセッティングのタブが開き、いろいろと書いてありますが気にせずにこのままオレンジのボタンをクリックしてダウンロードします。ファイル形式は FBX ですね。次に走っているアニメーションを選択します。このスタンディングランフォワードというアニメーションを選択しますね。動きだけが取り込まれますので、アニメーションに適用されているキャラクターは何でも大丈夫ですよ。先ほどと同じようにダウンロードのボタンからダウンロードします。これらのファイルはダウンロードフォルダに入っていますので、必要な方はフォルダを移動しておいてください。次にブレンダーを開きましょう。3D ビューポートを選択。 A で全選択、 X で削除しましょう。先ほどダウンロードした FBX ファイルをダウンロードします。ファイル、インポート、 FBX と選択して先ほどダウンロードしたファイルのどちらかを選択してインポートします。動きのあるアスナさんが出現しました。名称ですがキャラクターの頭の上に立っている棒はキャラクターの骨格を示しています。この骨格のようなものをアーマチュアと言います。キャラクターの体をスキンと言います。今はアーマチュアとスキンが両方選択されています。もう一つダウンロードしますが重ならないように移動します。 G キーで移動できますので G を押してマウスで移動してください。同じように2体目もダウンロードします。ちょっと画面の大きさを調節しておいて画面の下の枠を掴んで上に持ち上げると下にウィンドウがあることがわかります。これがアニメーションウィンドウのタイムラインです。カーソルを動かすとアニメーションが動きます。右に開始のフレームと終わりのフレームが書いてあります。今は250フレームまでになっています。カーソルを最初の位置に戻しスペースを押すとアニメーションが始まり、もう一度押すと止まります。まずはそれぞれのアーマチュアに名前を付けます。左端の時計のマークをクリックしてドープシートを選択します。ドープシートの文字をクリックしてアクションを選択します。今はこちらのアーマチュアが選択されており、動かすとこちらは走っている方ですので、ここをクリックして名前を欄に変更します。次にもう一つのアーマチュアを選択して名前をジャンプにします。次にキャラクターの動きを調節していきます。左のエディタタイプからノンリニアアニメーションを選択します。その次にそれぞれの動きの項目のところにあるこのアイコンをクリックします。2つともクリックしましょう。オレンジのストリップが出てきます。これで動きをストリップとして記憶しましたので1人のキャラに移植できるようになります。ジャンプの方はいらなくなりましたのでアーマチュアとスキンを両方選択して X キーで削除します。複数の選択は全部をドラッグして囲むかシフトを押しながら両方とも選択するかのどちらかです。次に走っている動きですが今回は中心の位置に固定したいのでキャラの位置を調節します。
アーマチュアが見やすいようにしましょう。アーマチュアを選択して右に出てくる人のアイコンを選択します。ビューポート表示の項目を開き、最前面を選択します。今までスキンに隠れていたアーマチュアの全体が見えるようになりました。今までの作業は全てオブジェクトモードで行っていたのですが、このオブジェクトモードでアーマチュアが選択されている状態で、左上のタブからポーズモードを選択します。この状態ではアーマチュアの一つのボーンを選択することができます。画面を回して後ろから見て、お尻のところのボーンを選択しましょう。選択されたボーンは水色になります。このお尻のボーンは全てのボーンの親になります。ボーンには親子関係があり、全てのボーンは親のボーンの動きに連動して動いています。例えば手の親は前腕、前腕の親は上腕などとつながっています。お尻のボーンは一番上の親であり、体全体の位置はこのボーンが決めています。ボーンの名前はここに書いてありますが、ヒップスですね。ランのストリップを選択してタブキーを押すと緑になります。このままエディタータイプからグラフエディターを選択します。ここにヒップスボーンの動きが記されているのですが、この三角をクリックすると下にいろいろな方向の項目が出ます。今回必要なのは Z 位置だけですので、目のマークで全体を消して Z 位置だけ目を開けて可視化します。グラフの大きさが画面に合っていないのでホームキーを押してください。ウィンドウマークのキーではなくてホームと書いてあるキーですよ。そうするとグラフが見やすくなります。一つ一つの点がアニメーションのポイントを示すキーフレームですが、オレンジの点が選択されているキーフレームです。これが下に行くとキャラが前に行きます。一度何もないところをクリックして選択を外して一番後ろのキーフレームだけ上に持っていきます。今はアニメーションがこのフレームの位置なのでキャラクターも後ろに下がりました。間にあるキーフレームを全て選択して消去します。そうするとグラフが一直線になりキャラが前に行かなくなります。動かしたい場合は最後のキーフレームを下に動かすと前に進むこともできます。またノンリニアアニメーションに戻ります。今走っている時間がとても短いのでこのアニメーションを2回繰り返します。ランのストリップを選択した状態で右のアクションクリップを開いてリピートを2にします。これで2倍走るようになりました。次にジャンプの動きを追加していきましょう。この NLA トラックは分かりやすいように一度削除します。選択して X キーで消しておきます。次にランのストリップを選択しておいてカーソルが少しランのストリップの最後の部分に重なるようにしておいてからシフトプラス A を押します。シフトプラス A は追加のショートカットですね。そうするとウィンドウが開いて今までに保存したモーションが選択できます。この中からジャンプを選択します。編集上私はジャンプ001になっていますが皆さんはジャンプだと思います。するとランのストリップの上にカーソルを開始点としてジャンプのストリップが追加されます。カーソルを動かしてモーションを確認するとジャンプの部分は動くのですがランの部分が動かないことがわかります。ジャンプのストリップを選択して右側の自動ブレンドを選択してください。そうするとランとジャンプの動きがつながります。カーソルを動かしてみるとランからジャンプになっています。動きがつながりましたね。つながりがスムーズでない場合はジャンプストリップを選択して G キーでストリップが紫になるとマウスでストリップを動かして重なりを変えることもできます。次にジャンプも前に進まないようにしましょう。操作はランの時と全く同じです。モードを確認します。オブジェクトモードにしてアーマチュアを選択します。この状態でポーズモードを選択。後ろ向きのタイミングでお尻のボーンを選択します。先ほど選択しているのですでに選択されていますね。ジャンプストリップを選択。タブキーを押してストリップが緑になります。
エディタータイプからグラフエディターを選択。三角マークをクリック。全体の目のマークで見えなくして Z 位置だけ目をクリックして可視化。今度はグラフが見やすい大きさなので少し下のバーでずらして、一番後ろのキーフレームを上に上げて、カーソルを動かして位置を確認。間のキーフレームをまとめて選択して X で削除します。これで1箇所で動くようになりましたね。一番最後のキーフレームを動かすとキャラクターが動きますね。これで2つの動きをつなげて1箇所で動かすことができました。逆にキャラクターの位置を動かしたいときは途中にキーフレームを打って好きなところに動かしたり大きさを変えることもできますが、今回は次のチャプターに行こうと思います。次のチャプターではキャラクターにテクスチャーを貼り付けて動画ファイルとして書き出すところまで行きましょう。では早速始めます。今ポーズモードになっていますのでオブジェクトモードに戻します。アーマチュアが隠れるようにビューポート表示の最前面を外しましょう。右上のマテリアルモードを選択します。そうすると体が紫になっているでしょうか。状況によっては違う色かもしれませんが気にしなくても良いでしょう。右下の丸いアイコンをクリックします。ここをマテリアルプロパティと言います。このバダンとワジャの要素にベースカラーの紫がついている状態です。これはインドネシア語のようですね。上のシェーディングを選択します。そうすると画面が変わって下にコンフィ UI みたいなノードが現れます。またソリッドビューに戻ったのでマテリアルビューにしておきます。下のノードを少し拡大しますね。画面操作は 3D ビューポートと同じです。細かいことは置いておいて最終形が同じになるようにしてください。私も何度か触っているので最初の状態が違うかもしれません。アーマチュアが邪魔なのでアウトライナーから目を閉じて見えなくしておきます。マテリアルプロパティからバダンを選択しておいて左下の不要なノードを X で消します。シフトプラス A でノードの追加。テクスチャーから画像テクスチャーを選択。画像テキスチャーノードの中の開くをクリックして一番最初に取り込んだテキスチャーファイルを開きます。この中にバダンがありますので選択します。そしてノードのカラーからコネクターをベースカラーにつなぎます。これで体に色がつきましたね。もともと何らかのノードがベースカラーにつながっていたら X で消しておいてください。同じようにワジャに関しても画像テキスチャーノードを開いてノードの開くからフォルダを開いてワジャファイルを開きます。ノードのカラーをベースカラーにつなげます。これで顔の色がつきましたね。入手したキャラによってはもともとテキスチャーがついているものも多いですが、もしも自分で貼り付ける必要があればこの手順で行ってください。もし色がつかないときはここのノードを使用にチェックが入っていることを確認してください。画面の構成をレイアウトに戻します。先ほどのレイアウトになりましたね。カラーのアスナさんが動いていますね。画像が乱れますが大丈夫です。書き出す時に綺麗になります。では書き出す前に簡単な背景を作りましょう。下のアニメーションウィンドウは少し下に下げておきますね。ジャンプしていると分かりにくいのでアニメーションを開始位置にしておきましょう。まずは床を作ります。3D ビューポートがオブジェクトモードになっていることを確認して 3D ビューポートの中でシフトプラス A メッシュから平面を選びます。足元に白い床ができました。大きさを5倍にします。下の床だけが選択されている状態で S5 と入力。5倍になりましたね。
決定のため一度マウスをクリック。次にオブジェクトモードから編集モードに変更します。オブジェクトモードではオブジェクトの位置や大きさを変えられますが、編集モードではオブジェクトの形そのものを変えることができます。辺が選択できるようにここの真ん中の四角をクリックします。その両サイドは頂点選択と面の選択です。後ろ側の辺を選択します。選択された辺が白になるのでちょっと分かりにくいですが、このまま後ろの壁を作るために後ろの辺を上に押し出します。分かりやすいようにビューを変えます。マウスホイールを押し込みながらのドラッグで回転、ホイール回転で拡大縮小ですね。E、Z の順に入力すると Z 軸方向である上に垂直に押し出せます。マウスを動かして適当な高さまで押し出します。良ければクリックして押し出しを確定します。次にオブジェクトモードに戻ってマテリアルプロパティから背景に色をつけます。背景が選択されている状態でマテリアルプロパティの新規を選択。名前を付けられるので背景にしておきます。クロマキーとしても使えるように濃い緑にしましょうか。ベースカラーの色から緑で少し暗めの色にします。これで簡単な背景ができました。あと少しですよ。頑張りましょう。次にカメラを追加します。 3D ビューポートの中でシフトプラス A、 カメラを選択。カメラ目線の見え方を見るために画面を分割します。 3D ビューポートの右端の下の方にマウスカーソルを持っていくとポイントが矢印から十字架になりますので、そのまま左上にドラッグしてください。右にウィンドウが追加されました。カメラの視点を見るためにこのカメラマークをクリックします。今はカメラの位置が悪いので何も見えません。左の 3D ビューポートのカメラを選択します。アスナさんの足元にいますので拡大して地面に埋まってますね。シフトを押しながらマウスホイールを押し込んで平行移動。カメラがありましたね。選択します。上方向、つまり Z 方向に上げたいので GZ と入力して上に上げます。画面を回転させて前後方向は GY、 上すぎたので GZ で下に移動します。回転は RZ で左右回転、 RX で上下回転ですが、間違えたらコントロールプラス Z でやり直せますので触りながら覚えてください。大体の位置に来たら書き出しの設定をします。右のプリンターのようなアイコンをクリックしてください。これは出力プロパティです。アニメイト GIF でアニメーションを作るときは、特に解像度を上げたいときに正方形の画像が最も扱いやすいと思います。別の目的で使うときなどはもちろん自由な大きさにしてください。解像度のところを 1080×1080 にします。カメラビューの枠も正方形になりましたね。フレームレートは30で良いと思います。次にフレーム数ですが、ちょっとアニメーションを見てみましょう。アーマチュアを選択してアニメーションウィンドウを見ると、このアニメーションは113フレームですので、左のエディタタイプからタイムラインを選択して終わりのフレームを113にしましょう。こちらの数字も113になりましたね。次にアニメーションを書き出すためのフォルダを選択します。フォルダマークをクリックしてお好きなフォルダを選択してください。次にファイル形式を FFmpeg 動画にします。このファイルは FFmpeg や動画編集ソフトで簡単に MP4 に変換できます。ではレンダービューで実際に書き出される画像を見ましょう。隠れていますが少しウィンドウを広げると出てくる右上の4つの丸のアイコンの一番右を選びレンダービューにすると真っ暗ですね。アーマチュアはアウトライナーの目のマークで消しておきます。ライトをつけましょう。左のビューを広げてその中でシフトプラス A、
ライト、その中のエリアライトを選択します。また地面に埋まっているので GZ で上に持ち上げます。横から見て GY で前、正面から見て GX で横、 R で回転などで調節。キャラクターに光が当たるようにしましょう。右のビューはまだ暗いのでプロパティのライトのマークを選択してパワーを 10W から 100W にします。明るくなりましたね。もう一つライトを追加しますので左の 3D ビューポートでシフトプラス A、 ライトを追加、 G や R で動かして先ほどと反対側に持っていきます。パワーを 100W にします。最後にカメラの位置を微調整します。アニメーションを動かして枠からはみ出さないことを確認します。これで完成ですね。やっとできましたね。左上のレンダーからアニメーションレンダリングを選択します。しばらくするとアニメーションが書き出されます。最後に FFmpeg で 15fps の MP4 ファイルに変換しましょう。もしも FFmpeg のインストールをしていない方がおられれば概要欄を見て私の解説動画を見てください。先ほどの動画が入っているフォルダを開いてアドレスバーに CMD と入力してコマンドプロンプトを開きます。そこにこのコマンドを入れます。コマンドはシンプルで FFmpeg -i インプットする動画のファイル名-r 1秒間のフレーム数出力するファイル名です。 8fps が良ければ15のところを8にしてください。コマンドは概要欄にも入れておきます。エンターですぐに動画が変換されます。こちらが動画です。今回の解説動画を見ればブレンダーを初めて使う人でもこの 3D 動画の完成にたどり着けたのではないでしょうか。これをきっかけにブレンダーなどの 3D アニメーションにも興味を持ち AI アニメーションをうまく組み合わせて使う方法を模索していただけたらなと思います。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。